皆さんこんにちは、チャンネルです。今日は阪急阪神ワンデーパスを使って阪急線をメインに阪急の車両やいろんな駅の特徴などを見ながら阪急線を一日満喫する旅に出かけようかなと思います。まずは阪急最大のターミナル駅である大阪梅田駅から。ホーム番線が多くずらーっと並ぶ阪急車両を見られるかっこよスポットですね。今日も床がツルツルです。そして改札機も横並びにずらーっとあります。その数なんと37個、多すぎます。まずは阪急京都線に乗車します。やってきたのは1300系新豊線で活躍する1000系の京都線バージョンです。停車駅が一覧で表示されずスクロールされていきます。一斉にスタートしました。3つの車両が並走する面白い車窓ですね。大阪梅田駅から十三駅間は日本の私鉄唯一の3複線複線となっているそうです。置いていかれて追いついてずっと見ていられますよね。神巻駅から大山崎駅間では新幹線との並走シーンを見ることができます。この時間は見ることができず、新幹線の線路が横を通っているのを眺めていました。わずか45分で京都河原町駅に到着。こちらのホームは茶色いですね。土曜日ということもあり、国内からも外国からも観光客が多い様子でした。この時間、まだお昼前ですね。大阪方面へ向かう方は少なく、阪急車両を満喫できるボーナスタイムが与えられます。私もまた観光に来るとして、次は桂駅まで戻ります。阪急嵐山線で活躍する6300系電車。もともとは京都線の特急用車両だそうです。転換式クロスシートがずらりと並び、端にはロングシートもあります。ポケットの色は青みがかった緑で、なんだか新鮮な色味です。桂駅を出発。初嵐山線。なんとなく自然の中を走り抜けるのかなと思っていましたが、住宅街を進んでいきます。趣のある駅につい降りたくなってしまいます。天井は白、冷房の機器のところがブロンズ色でとってもお上品です。ベンチが車輪になってる人力車の椅子みたいな。駅もこんな感じでとってもおしゃれです。大正ロマンというのかな。天気がいいのでマルーン色の車体がより綺麗に映えますね。もう一度よく車体前面を見てみると、ステンレスの飾り帯がとっても可愛くて好みの車体です。駅は灯籠風の照明が可愛いですし、おしゃれです。改札を通るときにもちょっとワクワクするような工夫があって素敵ですね。見てください、このコインロッカーの文字。トイレに行く道までが楽しい。
トイレの数がすごい多かったし、めちゃめちゃ綺麗でした。佐賀嵐山の玄関口、嵐山駅。昔はもっと大きな駅で複線だったそうです。もう一本線路が引けそうな空間がありますが、ここにもともとは線路があったそうです。行楽シーズンと普段では利用客の差が激しく、普段は一線だけで運転を行っていたとのこと。その後、戦時中に金属供出のために下りの線路が撤去されることとなったそうです。桂駅に戻ってきました。次は十三駅へ向かいます。9300系がやってきました。阪急京都線の特急車です。今年の7月21日にデビューしたばかりのプライベースも接続されています。高架化工事が進行中の淡路駅、千里線への接続駅でもあります。十三駅に到着、乗り換えます。ここまで阪急京都線にしか乗っていなかったですね。久しぶりに来たらすごい分かりやすくなっててびっくりです。阪急神戸線に乗り換えて目的の駅まで向かいます。豊中生まれの手塚治虫さんの歴史が壁一面に貼られています。こちらの9000系は大型の窓枠がいいですね。中津駅に到着しました。今回この駅に立ち寄りたかったのは、狭すぎるホームに久しぶりに行きたいなと思って来ました。もうすでにお別れかと思うんですけど、まるで線路の上に立ってるみたいですよね。駅名標がこんな位置からしか取れない。もう点字ブロックの間が、こちらが中津駅の狭すぎるホーム。これぐらいの幅しかない。でも面白いですよね。その街自体はもうほぼ大阪でかなり栄えたところなのに、これだけホームが狭いっていうのも面白いなと思います。だいぶ狭さが伝わるんじゃないでしょうか。この降りる階段のところもだいぶ狭いですね。この狭いホームの両側を電車が通り抜ける瞬間はかなりの迫力と恐怖さえも感じます。それでは十三駅に戻りましょう。駅のホームに普通のコンビニサイズのローソンがあったり、カフェ、さっきの中津駅とは打って変わってホームがだだっ広いです。こちらの若菜そば、旧阪急そばでランチをいただきます。駅構内に飲食店ができたのは関西の私鉄では十三駅が初めてだそうです。かけうどんが好きなのですが、暑すぎてバテているので冷やしうどんにしました。店内は常に満席。学校帰りの高校生やサラリーマン、主婦の方々など幅広い客層でにぎわっています。憩いの場なのですかね。なんだかほっこりする光景です。午
551もあります。そしてキアス。さあ再出発です。次は阪急宝塚線に乗車。阪急で最大となる200両以上製造された7000系。豊中駅で下車します。レンタサイクル最近増えてきてますよね。ここにもありました。どんなところを巡れるんでしょうか。豊中駅を降りまして、今こちらに来ています。高校野球発祥の地公園。ここ豊中は高校野球の発祥の地ということで、まさに今が熱い夏の甲子園ですね。夏の甲子園の前身の中等学校の野球大会が初めて開催されたのが豊中グラウンドで、豊中グラウンドは箕面有馬電気軌道、現在の阪急電鉄が沿線の集客のために建設したものだそうです。ここが豊中グラウンドの跡地で、これがこの豊中グラウンドの外壁の一部と言われる赤レンガが残っているそうです。歴史を感じられてとてもいいですね。第1回大会から優勝校と準優勝校の名前が貼られていて、でここがまだ101回大会からまだ埋まってないですね。で今後加わる予定のものもね、こうやって入るように。阪急創立80周年を記念して作られた車両。このマークがかっこよくて結構好きです。豊中駅から次は石橋阪大前駅に向かいます。ここで阪急箕面線に乗り換えです。ホームの中にまたホームがあるという面白い構造ですよね。5100系が来ました。阪急はマルーン色の車体にゴールデンオリーブ色のモケット、そして木目調の内装が伝統的ですが、優先座席の赤紫も見事にマッチしていてかっこいいですよね。全面展望かぶりつき放題シートがあるのも嬉しいです。この鎧戸がかっこいいんですよね。カーテンが閉まっていると少し車体の魅力がと思うこともあるのですが、この鎧戸だと閉まっているのがかっこいいまであります。東京では見たことのないこのカーテン、久しぶりに見ることができて嬉しいです。6分という短い時間で箕面駅に到着。箕面駅の前はこんな感じです。昔ながらの建物やお店が並びます。箕面先まで行くバスで来たの？ちょっと今日は初めて歩きじゃなくてバスで大滝まで行ってみます。私が最後に来たのは多分2019年とかにおじいちゃんと行ったんですけど、その時はバスなかったと思うので、いつからあるんだろう、びっくりです。いやー、バスは快適ですね。でも歩きもおすすめです。私は昔よく川で遊んでいました。なんと10分で着いちゃいました。歩くと40分ぐらいかかるんですけど、でもこうやって木が多かったりして日陰が多いので、あと水も流れてて、行きは
なんか歩いてもみじ天ぷらを食べたり、あと川遊びを楽しんだりしながら大滝まで行って、帰りはバスで楽に帰るなんていうのもいいかもしれないですね。バス停から少し歩くと箕面の滝に到着。さすが夏なので人が多かったです。水量もしっかりあって大迫力、綺麗ですね。癒されます。涼しい。近くにはお店もいくつかありました。森林浴めっちゃ気持ちいいです。今回は阪急にたくさん乗りたいので急いで箕面駅に帰ってきました。このボタンで窓の開閉ができるそうです。石橋阪大前に戻り、川西の瀬口へ。おうち風の待合室がかわいい。川西の瀬口ということで阪急線ではないんですが、能勢電にもせっかくなので乗りたいなと思います。ワンデイパスの範囲外なので一度改札を出てまた入り直しました。能勢電鉄は能勢電の愛称で親しまれるローカル線。車両はすべて阪急車両を譲り受けています。それぞれ駅に合わせた駅名表を見るのも面白いですよね。今日は終着駅の妙見口に行こうと思っていましたが、何やら浴衣を着た子どもたちが多く、日生中央駅でお祭りがあるとのことでそちらに行くことにしました。駅付近の阪急日生ニュータウンが日本生命などが開発した住宅地なんだそうです。日生の日生ですね。地域の夏祭り、子どもたちがたくさん遊んでいました。お祭りらしくラムネ買いました。東京で生活しているとあまり見ない待合室ですが、こちらでは待合室巡りなんかもできて楽しいですね。それでは川西の瀬口に戻ります。ので黄色い点字ブロックのまた一度改札を出て再度入場。阪急宝塚線に乗って宝塚駅に向かいます。駅を降りると宝塚歌劇団への道筋が。駅前もなんだかおしゃれですね。宝塚の銅像の目の前にドドーンと阪急宝塚駅。この駅の作りがすっごいかわいい。レンガとあと丸、やっぱ宝塚らしさというかより上品な感じがあります。
宝塚駅から最後の目的地、ひばりが丘花屋敷駅へ向かいます。ひばりが丘花屋敷駅といえば何を思い浮かべますか？私は2つあって、1つは最強に速い始発。なんと大阪梅田駅に4時台につける電車が走っています。今回はもう一つの方が目的でここまでやってきました。もうお気づきかとは思うんですが、この駅に来た目的はもちろんじゃん、パタパタです。私が阪急電車に一目惚れした時にパタパタもセットで思い出として残っていて、このままなくならないでほしい案内表示です。久しぶりに見れました。反転フラップ式案内表示器、もう絶滅危惧種となってしまったこちらのパタパタと写真をね撮っておきたいと思います。嬉しい。一人でこんなに阪急の車両を満喫できる時間。ポケットに人が座った跡がついてるのもいいですよね。見てください。車両の真横を通って西口から東口、東口から西口まで行くっていう、結構車庫を探索してる感じ。はい、ということで本日はこちらの阪急阪神ワンデーパスを使って阪急線を1日満喫してきました。まだまだ知らない魅力がたっぷりあるので、また改めて今度はね阪神線にも足を伸ばして楽しみたいなと思います。ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。